にちは、キキです。今日はリクエストにいただきましたアイズワンの、ことを占っていきたいと思います。で、アイズワンの日本人、宮脇さくらさんと矢吹奈子さんと本田ひとみさんについて占ってって言われたので、この3人を今後どうなっていくか、総合運みたいなのを、日本人3人がどういう風になっていくかっていうのを占っていきたいと思います。それでは占います。はい、結果出ました。3人をそれぞれ1人ずつキーパーソンのカードと、それに対してのアドバイスカードっていうのを3枚ずつ出してもらいました。ここからいきます。宮脇さくらちゃんがここ。で、ここが本田ひとみちゃん。で、これが、矢吹奈子ちゃんの結果となってます。それに対してのアドバイスカードみたいなのを3枚出しました。まず、宮脇さくらちゃんのカードからいきたいと思います。で、これが、宮脇さくらちゃんは力、聖地。何事も可能にしていく力強い意志を持って動いていきますよって。パワフル。要するに。信念でね、動いていって、努力と忍耐で勝ち取って、行動力もあるし、って。まあ、そういう風な感じ。とてもいいね。リーダーとなり周囲を導いていく可能性がある。アイズワンのさ、アイズワンのリーダーは誰なのかしら。アイズワンのリーダーって誰か知ってますか？アイズワンのね、リーダー的ポジションになっていく感じかな、今後。で、導いていきますよ。で、そうですね、導いていくし、運がいい、努力家ですね、と。まあ、恋愛の話すると、恋愛も大恋愛とかする可能性がありますよ、というようなカードですね。で、注意事項、アドバイスカード、死の聖地です。まあ、なんかね、これは、突然の変化とかに気をつけた方がいいかなと。過去を捨て去るチャンスと、苦しむことはあるけれども、そこはチャンスだと捉えて頑張っていきなさいみたいな感じかな。そういう感じかな。恋愛だとね、ちょっと失恋とかちょっと別れっぽいような感じなんだけど、むしろ恋にも興味がないのかな。恋に興味ないのかな。まあ仕事関係ではちょっと、何かがね、ちょっと止まるっていうようなカードなんで、そこに対して注意していて、その、過去を捨て去りなさいというようなカードになっています。ここが、本田ひとみさんが、これが、ごめんね、運命の輪、聖地。なんか運命の輪、運は良くなっていきますよ。新しい何か出発状況がある。転換期となっていきます。なんかこう、思わぬ幸運が転がり込んでくるとか。なんかまあそうですね。良い転機となっていって、何かこう、戦略転換していくとかいう感じ。あと強い協力者が現れてきますね。で、恋愛もね、チャンス到来と。まあ、すごくいい恋愛していくよみたいな感じ。イメチェンかな？イメージチェンジみたいなのが起こるのかな？で、アドバイスカードがタワーの逆位置なんだよな。アドバイスカードどういうことだ？読み方が難しい。まあ、簡単に言えば誤った非難とか受ける可能性があって、罠にはまるというか、何かちょっと、まあ、争いが出てくるよと。なんかちょっと、巻き込まれるな、気をつけなさいって、のぼせないようにしなさいって、のぼせやすいからそういうの気をつけなさいって。で、なんかね、周りでなんかね、争い事とかそういうのが起こった時には、そこには参加しないようにと。で、引き際が肝心なので、忍耐強く生きなさいっていうことだったので、それで気持ち切り替えて新しい転換期を迎えるのかな。2人ともね、なんかね、ここ2人似ている環境に陥ってんな。おかしいぞ、この占い。全部3人とのアドバイスがね、なんかね、本人たちは幸せなんだけどね。で、まあ、読んでいきましょう。なこちゃん、ごめんなさいね。矢吹なこちゃんの
運命ですね。女帝の逆位置。女の子同士で揉めたりとかしたりとかするかな。なんかね、ちょっとトラブルが起こる。やっぱ自分のプライドがあってとか、わがままさが出たりとか、あとね、ちょっと自分の努力が足りないような行動を出してきますね。で、恋愛の方もね、ちょっとね、うまいこといかない。倦怠期に突入しているような感じ。ちょっと気の迷いとか、わがままさが出てきたりとか、そういう風なのが出てるかな、なこちゃんの場合は。アドバイスカードが戦車の逆位置。ここも挫折だよね。なんか友人と喧嘩別れしたりとか、競争相手に負けるとかなんだよね。やる気スランプの時期とか。あれ？あいつはなんかトラブル？3人ともトラブってんな。なんかアドバイスがトラブルカードが多いな。どういうこと？ちょっと調べますね。なんかがねトラブってんのよ。何これ？期間限定グループなのこれ。だから1年後となる来年4月 ?2021 年4月に解体する予定なの？そうなの？だからこんなにトラブルカードみたいなのが3人とも出てるわけ？なんか転換期とか、なんかやたらになんか、なるほどね、決まってるんだ、これ。ごめんなさい、知らなくて。なるほど。なんか争いとか起こったりとか、トラブってるんだよな、明らかに。失敗とか、過去を捨てるとか。だから、アイズワンが終わっちゃうから捨てて、こっちトラブってて、ごめんなさいね。私、前情報をね、あんまりね、見ると、そこに影響されて占いで言っちゃいそうだから、あんまり見ないようにしてるんだから、ほんと知らなくて。出たカードを見て、何が起こるのと思って調べちゃうんだけど。ってアイズワンどうなっちゃうのそれ。嘘でしょ？びっくりしちゃうんだけど。延長とかしてくれないのかな？嘘。だってすごく、人気あるって言って、すごい良さを褒めてたのに。調子よく言ってるっぽいのになんで終わっちゃうのこれ。活動延期。ごめんなさいね、今。調べて。いや、それアイズワンが気になるわ。もう不安でしょうがないでしょ、こんなの。活動を休止してる？しかも。活動も休止してるのこれ。ファン辛いじゃん、こんな。今どうなってるの？ちょっとごめんなさいね。今更ウィキペディア見ますわ。もうちょっとさ、これもう気になっちゃうから、調べますね、ファンの方。ごめんね。ちょっと勝手にバーって動いちゃって。これ、さくらさんと本田さんは幸せだけど、やっぱり、矢吹さんがちょっときついかなっていうような結果が出てますで、調べたら、ここのね、アドバイスカードがね、あまりにもね、なんかトラブってるカードたちだったんで、何かあったと思って、ちょっと今、大急ぎで調べました。で、1年しか、来年にも解体するとかいうのがあっても、だから終わりっぽいカードなんですよね。全部トラブルとか、終わるとか、転換するとか。なんかね、聞いてきたファンの方は多分、ここが一番気になるかなと思う。アイズワンどうなっちゃうのと思うんですよ。何も調べないで占ったのは申し訳なかったかな。アイズワンが今後ね、延長するかどうか見ましょうか。とりあえず占ってみます。アイズワンが活動期間を延長するかどうか占っていきたいと思います。それでは占います。はい、結果出ました。そんなに悪くないな。この結果がですね、愚か者の聖地なんですよね。冒険心とか溢れるとかそういう既成概念にとらわれないとかなんですけど、ゼロから出発するとかいう意味もあるんですよ。新しいことをしていくとか。なんかね、
このカードの自体が始まりと終わりみたいなのにこう説明するっていうか、こういうカードで、だからね、なんかね、わかんない。もしかしたら遺産後にまた新しい形で出発するんじゃないの？ありえるね、それ。あれでしょ？この間の欅坂みたいにさ、桜坂になったじゃない？欅坂から桜坂になったから、会津湾からまたなんか違う形になって出発するのかな、もしかして。ゼロからまたやり直すみたいなカード。なんだろうね。会津湾はね、なんか延長っていうよりは形を変えそうな気がする。メンバー全員残んのかな？メンバー全員そのまま会津湾から違うグループに行くのかな？それともその時になんかまたなんかこう変わっていくのかな、メンバーが。新しい人入れてまたこう新規行ってなんかいろいろ変えそうな気もするけど、まあ欅坂から桜坂に行ったバージョンだと読んで、会津湾から何かに動きそうだよね。秋元先生が関わってたらそれもあるかもしんないよね。聞いてみるか、もう一回。こんな、ふわふわした答えでね、終わらないで。ちょっとごめんなさいね、聞いてみます。会津湾から違うグループの形に変わりますかっていうのを占っていきたいと思います。それでは占います。違うのか。いや、違うな。これじゃないな。会津湾から、新しいグループに、変わりますかと。なんかそのまま引き継いでゼロから出発していくみたいな感じやってるんで、なんかグループ自体変わるんですかって言ったら悪魔の逆位置。自立っていう意味ですよね。法則から逃れたりとか。自由。解放されるとかなんで、やっぱり終わっちゃう臭いですね。どうにかなんないの？だって名前変えてさ、違う形でいけばさ、なんとかなりそうじゃない？これ。会津湾からさ、なんか、ちょっと変えて違うグループにしてみたよ。成長したからね、今度はステップアップだみたいなので若い子を入れてさ、何人か。そういうのじゃないのか。そっか、悪魔逆位置だから自由になるだからみんなその会津湾から解放されるみたいな感じだから、やっぱりだからゼロから出発、会津湾は解散しますかって言ったからゼロから出発だったから、やっぱりなくなるってことか。高速からはなくなる。じゃあもしよ、その未来を変えるとしたらよ、その未来を変えるとしたらどうすればいい？はい。どうやれば会津湾の延長をする可能性が出てくるか、占ってみましょうか。会津湾が活動を延長する可能性が出ることは何ですかを占っていきたいと思います。それでは占います。はい。結果出ました。そうですね。ここが3枚がアドバイスカードなので、運が悪い。正直、運が悪かった。悪い。そう。不利な立場に追い込まれているよねって。チャンス逃がしたりとかしやすい。あと、ライバルが出てくる。だけども、負けずに、たくましく、リーダーシップを取って、目標を達成するための判断と行動力を持っていきなさいと。年上の男性とね、こういうことをね、よく聞いていったらいいかな。で、美容にはすごく気を使って。で、悪い環境には流されないようにと。不平不満愚痴を言わずに一生懸命頑張っていきなさいねっていうような並びかな。復活を目指すなら。復活延長ね。復活して延長していきたいって思うんだったらそれが一番ですっていうような感じでした。本人たちはね、すごいもう頑張りたいっていうふうに思ってるのに、環境はさせてくれないっていうね、モヤモヤがあるみたいだから、今一つずつやれることを頑張っていけばいいのかなと思います。で、ちょっとね、会津湾占いをして、ちょっとびっくりしちゃって。
で、こう、会津ワンのファンの人たちがどうしていけば会津ワンが少しでもね、長く活動できるかっていうのを占って終わりにしましょうか。はい、それでは占います。優しいカードが出たね。スター、正一です。希望となりなさいと。道に迷ったりとかね、これはスターって星のカードなんですね。で、希望という意味もあるので、その希望を願いが叶うと信じなさいと。で、会津ワンにとっての希望、会津ワンがね、希望になりなさいっていうような感じじゃないんだよね。ファンのこの言葉が希望みたいな感じなんだよね。光になるんだよね、それってきっと。そういう意味合いだと思うんですよ。なんかこう、ファンのタイプを見るといろんなファンがいて、包み込みなさい、支えなさいとかいうファンもいれば、一緒に考えて共に行動していきなさいとか、いろんな感じだけど、むしろ会津ワンにとのファンの方々っていうのは会津ワンにとっての希望でありなさいと。最後の希望であって希望なんですよ。ファンの声っていうのが。だからファンが負けずにこう延長してほしいというふうに力強く言って光り輝いてね。で、どういうふうにしていけばいいんだってそこでね、クリエイティブなね、こう計画とかそういうのが出てくるんですよね。スターなんで。明るい見通しとか。そういうね、イマジネーションとか。だから自分たちが率先して何かこう計画を立てて、会津ワンにとって光り輝く星たちになって、で、道しるべになって、会津ワンを導いていくような感じかな。星に希望になってほしい。で、願いが叶う可能性になってほしいっていうようなカードかなと思います。とてもいいカードです。このカードはもうすごく暗くてもなんかこう悪いことがあってもいずれ明るくなるものですよみたいな感じなんですよね。やがて朝を迎えるみたいな感じのカード。会津ワンが希望っていうよりもファンの方々こそが会津ワンにとって希望となるスター、星であってほしいっていうような意味合いが出てますね。なので明かりをね、会津ワンが今ね暗闇にいるなら明かりをさしてあげるような感じのことができればいいかなと思います。皆さんで団結して延長論をバンバン言ったりとかね、光となり道しるべとなって会津ワンをこう応援していけばいいんじゃないかなっていうのはこのカードから出てますね。スター星です。はい、今日の占いの結果はどうでしたか？ちょっとね、私もね、会津ワンのことについて全然知らない、もう知識がない状況で占ってしまったんで、ちょっとでちぐはぐしちゃったんですよね。で、なんでこんなにこうアドバイスカードが悪いカードばっかりなのって3人を占った時に明らかに会津ワンで何かが起こりますねみたいなカードが3人揃ってたので、アドバイスで。と思って、ちょっと占い、おかしいなと思って占いする前にちょっと調べさせてもらいました。そしたら、1年間しか、残り1年。で、今、活動休止で再開しているのかなぐらい。もう積極的にね、動いていってるのか、ちょっと私いろいろ調べたんですけど、わからないんですけど、で、会津ワンのね、未来についてちょっと気になったので、会津ワンが活動を来年以降、休止せずに行きますかっていうのを占いました。そしたら、会津ワンはゼロから出発しますよみたいな。なんかね、やめるとは言ってないなと思って。もう一回聞いてみました、違う形で。また新たな形になって生まれ変わって出発しますかって聞いたら、やっぱりそうではなかった。もう会津ワンは会津ワンで終わりっていう風なカードが出ちゃいました。で、それでちょっと私納得できなかったので、やっぱり延長してほしいと思ったので、その方法論みたいなのを探してみたところ、さっきの結果ですね。会津ワンがこう、タイミング悪い、運が悪いっていう風に出て、その後に、リーダーシップ取ってね、野心的に生きなさい。でも悪い環境には流されなさんな、悪い裏切りとかそういうのに流されなさんなっていうような並びが出て、それが復活、延長のカードの
アドバイスカードになってましたね。多分今すごく苦しいような耐える時期で本当に身動きができないっていうようなカードだったんですけど、アイズワングループ自体ではものすごく希望を持ってました。なのでファンの方たちがどうしたらいいのかなと思って最後にファンの方たちに対してのメッセージとして、アイズワンに対してどういうふうに接していけばいいですかっていうふうに出たら、スターっていうカードが出ました。もう全てです。それが希望となってほしいと。アイズワンにとっての希望はファンたちでした。なのでそこを思って一生懸命応援頑張ってほしいなと思います。はい、今日の占いの結果どうでしたか？私たちがアイズワンの光となってアイズワンのメンバーを導いていくわと思った方、いいねとグッドボタンよろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。いつも見てくださる方ありがとうございます。これからも頑張っていきます。登録してくださった方ありがとうございます。これからも頑張っていきます。さて、アイズワンの活動延長を祈ってバイバイ。